おはようございます。ミントです。みなです。7月27日月曜日、海外テックニュースです。今朝は8本です。トップは、ホワイトハウスが中国ムーンショット、AI による技術流用の疑いを非難する一方で、NVIDIA が主導する業界の所管が AI モデルへの拙速な規制に反対を訴えている。この2つの動きが同じ週に重なった話です。今日のラインナップです。AI をめぐる政府と業界の駆け引きから、ロケットの新記録、身につける AI デバイス、そして人と一緒に働くロボットまで幅広くお届けします。それでは1本目からです。テッククランチなど複数の海外メディアによりますと、ホワイトハウスのマイケル・クラツィオス氏は7月22日、中国のムーンショット、AI がアンソロピックの最新モデルフェーブルを無断で上流、私的に K3 を開発したと非難しました。合わせて、輸出規制対象の NVIDIA の最新チップ GB300 を搭載したサーバーを取得し、タイで GB300 に接触した疑いも指摘しています。財務長官のスコット・ベッセント氏は X 投稿で、オープンソースはアメリカの知的財産への攻撃を許可するものではないと述べ、産業規模の不正な上流には制裁やエンティティリスト指定を検討していると表明しました。同じ週、NVIDIA が主導する形でオープンウェイト AI モデルへの拙速な規制に反対する共同の書簡が7月24日に公開されました。フォーブズやテッククランチによりますと、当初はマイクロソフトやメタなど25社が名を連ね、その後オープン AI と Google も加わって7月26日時点で署名企業は50社に増えています。一方でアンソロピック、Amazon、XAI は7月26日時点で未署名で、理由は各社から説明されていません。書簡は上流という技術自体は広く使われているとした上で、不正利用の取り締まりは対象を絞った法的措置で行うべきだと訴えています。疑惑の方はまだ決着していないんですよね。書簡の方はこの疑惑への反論なんですか？書簡そのものは AI 業界全体への規制の在り方についての要望です。同じ週に政府の非難と業界の所管という別々の動きが重なったのは事実です。ムーンショット社員の欄にシャン氏は X で K3 は既存モデルの上流による複製ではないと説明していて、在米中国大使館や中国外務省もこの非難を根拠がないとしています。クラツィオス氏らの技術的根拠の詳細は公表されておらず、制裁や輸出規制を実際に発動するかもこの時点ではまだ決まっていません。アンソロピックや Amazon などが書簡に署名していないという事実だけでは各社の考えまでは分かりません。続いては AI 業界の政治献金をめぐる話です。ビジネスインサイダーが7月26日に伝えたところによりますと、 AI 関連企業や幹部が関わる政治団体、いわゆるスーパーパックが11月の米中間選挙に向けてすでに6500万ドルを超える資金を支出していて、支出総額は今後さらに増える見通しです。規制に慎重な立場を後押しする最大のグループ、リーディング・ザ・フューチャーは6月末時点で7600万ドル近くを集めていて、投資会社アンドリーセン・ホロウィッツやオープン AI 社長のグレッグ・ブロックマン氏夫妻などが主な出資者です。一方、AI への一定の規制を求める立場を後押しする対抗グループ、パブリックファーストも6月時点で8000万ドルを集めていて、その中にはアンソロピックから合計4000万ドルの寄付が含まれています。アンソロピックによりますと、この寄付は特定候補の当落を後押しする用途には使えない制限付きだとしていて、実際に選挙活動を行うのはパブリックファースト側の関連スーパーパックです。さらにメタもカリフォルニア州向けと他州向けの2つの政治団体に合わせて6500万ドルを拠出していて、州レベルでの規制の動きを牽制しています。規制に賛成の会社も反対の会社もどちらもお金をかけて政治に働きかけてるってことですか？その通りです。リーディング・ザ・フューチャー側は規制が行き過ぎると AI 開発の競争力が損なわれると訴え、パブリックファースト側は AI の急速な進歩には慎重な規制が必要だと訴えています。オープン AI はブロックマン氏個人の活動、アンソロピックは政策論議の重要性を広める目的と説明しています。この資金が選挙にどれだけ影響したのかは結果が出た後も正確に切り分けるのは難しいとされています。続いては実際に使われている AI モデルの話です。 AP 通信が7月26日に伝えたところによりますと、価格が安く性能も向上している中国製のオープンウェイト AI モデルがアメリカ国内での利用を急速に広げています。開発者が AI モデルを呼び出すためのプラットフォームオープンルーターのランキングでは、直近1ヶ月で最も使われたモデル上位5つを中国製が占めたと AP 通信は報じています。これは開発者向けの特定のプラットフォームでの集計で、アメリカの AI 利用全体の順位ではありません。また AP 通信によりますと、市場調査会社の推計で
ムーンショットの君アプリは7月の公開から1週間でダウンロード数が前の週から 200% 増え全世界93万回を超え、アメリカ国内だけでも8万6000回、前の週から 387% 増えたとしています。AP 通信によりますと、モジラの CTO であるラフィク・リコリアン氏は、公開から数日でカレンダーやメール管理などの日常業務を I の GLM5.2 から機に K3 に切り替え、より高価なアンソロピックのクロード、フェーブルと比べてより軽快に感じるとコメントしています。投資銀行ゴールドマン・サックスは7月のリポートで、中国製モデルの採用が重要な段階に入ったと分析しています。性能が上がって値段も安いならみんな中国製に乗り換えちゃうってことですか？実際に乗り換える動きが出ているのは事実ですが、 AP 通信の記事では、日常的な作業には安価なモデルで十分だという見方と合わせて、総合的な性能では中国製モデルは依然として米国の最先端モデルに及ばないという専門家の見方も紹介されています。この記事は先ほどお伝えした技術流用の疑惑にも触れていて、中国側はこの種の疑惑を根拠がないとして退けています。中国製モデルの利用拡大が性能や価格だけで説明できるのか、疑惑をめぐる政治的な動きが今後の採用にどう影響するのかはまだ分かっていません。続いては宇宙開発の話です。スペース X は7月24日、大型ロケットスターシップの13回目の試験飛行をテキサス州のスターベースから実施しました。今回は上段機体と新型ブースター V3 世代としては2回目の飛行で、次世代の通信衛星スターリンク V3 を試験目的で初めてスターシップ自体から20機分にさせ、計画通り大気圏に再突入させることに成功しました。上段機体はその後インド洋に着水し、スペース X はこれまでで最も穏やかな着水だったと発表していて、機体は形を保ったまま着水後もしばらく映像とデータを送り続けたとしています。機体が壊れずに残ったのはそんなにすごいことなんですか？はい、これまでは着水後に機体が壊れることが多く、状態を詳しく確認できませんでした。今回は上段機体が壊れずに残ったことで、耐熱タイルなどをじっくり確認できる貴重な機会になったとされています。一方、下段の新型ブースターは着水用エンジン13機のうち一部しか着火しなかったとスペース X 側が配信中に説明していて、想定より速い速度でメキシコ湾に着水しました。ブースター側の着火不足の原因や機体の再利用性能がどこまで実用レベルに近づいているかは今回1回の結果だけでは分かりません。続いては身につける AI デバイスの話です。サムスンは7月22日ロンドンで開催したギャラクシーアンパックとイベントで Google、ジェミニを搭載した初のスマートグラスインテリジェントアイウェアを発表しました。開発は Google と共同で行われていて、ディスプレイはあえて内蔵せず、カメラとマイク、スピーカーによる音声の AI サポートに絞った作りです。公式発表によりますと、バッテリーは最大9時間、専用ケースでさらに7回分の充電ができ、デザインはジェントルモンスターやウォービー・パーカーと組んだフレームも用意されるとしています。画面がついていないのにスマートグラスって呼んでいいんですか？サムスンとしてはまずカメラと AI による音声サポートに絞った第一世代として位置づけているようです。複数の海外メディアは発売時期を今年の秋と伝えていますが、サムスン公式の発表時点では具体的な発売時期や発売国、価格は明らかになっていません。カメラを常に身につける形の AI デバイスが実際にどれだけ普段使いされるかは発売後の反応を見るまで分かりません。続いては AI への指示の与え方についての話です。アンソロピックは7月24日公式ブログで、開発者向けツールクロードコードに与えるシステムプロンプト、つまり AI への事前の指示書を8割以上削ってもコーディングの社内評価で目立った性能低下はなかったと明らかにしました。対象は最新のクロード、オーパス、ゴヤクロード、テーブル、オなどの世代のモデルで、細かい注意書きを積み重ねるよりモデル自身の判断力を信頼して指示をシンプルにする方がうまくいく場面が増えてきたと説明しています。指示書って細かく書けば書くほど AI が賢く動いてくれるものだと思ってました。多くの人がそう思っていると思います。アンソロピックによりますと、以前の世代のモデルは細かい制約が必要だったのに対し、最新世代は曖昧な判断を任せてもうまく対応できるようになってきたためだと説明しています。ただしこれはクロード、コードでの社内評価の結果で、他の AI アシスタントやアンソロピック以外のモデルでも同じように指示書を減らして良いのかはこの発表だけでは分かりません。続いては企業の買収の話です。プログレスソフトウェアは7月22日データ分析企業どもの事業について、実質的にほぼ全ての資産と一定の負債をおよそ4億ドルで買収する契約を結んだと発表しました。手元資金と既存の融資枠で賄うとしていて、どもが持つ2400社を超える顧客基盤やクラウド関連の提携関係を取り込む狙いだとしています。
ドモ自身は上場企業として存続し、買収後に社名を変更する予定です。買収されたのに会社としては残るんですか？はい、ドモという上場企業そのものは買収後も存続しますが、事業を構成する資産のほとんどはプログレスソフトウェア側に移ります。残る会社が今後どんな事業を続けるのかはまだ明らかになっていません。9億ドルを超える繰越欠損金も保持するとしていますが、実際の価値は将来の税務上の扱い次第です。取引は11月末までの会計年度中に完了する見通しですが、規制当局の承認など通常の手続きが条件で、正式に完了したかはまだ確認できていません。最後は人と一緒に働くロボットの話です。イタリアのスタートアップジェネラティブバイオニクスは7月20日、全身に触覚センサーを持つ人型ロボットジェネ01の完成を発表しました。同社によりますと、視覚情報に頼る設計と違って全身を覆うスマートスキンが触れる前の近さや力、温度まで検知できるとしています。開発期間はおよそ半年だったとしていて、まずは造船大手フィンカンティエリとの提携で造船所での作業向けに調整を進めているということです。ジェネ01は7月22日から23日にサンフランシスコで開かれた AMD のカンファレンスでアメリカ国内向けに披露されました。触れる前に気づけると何がそんなに嬉しいんですか？発表によりますと、人と同じ空間で安全に作業するにはぶつかってから気づくのでは遅く、触れる前に人の存在を感知できることが重要だとしています。ジェネラティブバイオニクスはロボットのモデルデータを開発者向けに公開する方針も示していますが、実際の工場や造船所でどれだけ安定して稼働するのか、コストがどのくらいになるのかは今回の発表だけでは分かっていません。今日お伝えするニュースは以上の8本です。今日は AI 制作、実際の利用データ、宇宙開発、身につける AI デバイス、ロボットまで8本お伝えしました。まだ決着していない話も多いので続報を追っていきたいと思います。以上、海外テックニュースをお伝えしました。みなとミントでした。